お願いします。お願いします。まずは自己紹介からお願いします。また、結成の経緯やバンド名の由来など教えていただけますか？はい。じゃあ誰から？はい、ギターボーカルの塩塚萌香です。ベースの笠井ゆりかです。ドラムの福田博です。羊文学です。はい。結成の経緯は？結成の経緯はなんか私が誘われて入ってで最初は5人いたんですけど、高校生の時だから16歳とか時に組んで、でもみんな進路とかで辞めちゃって、最初に福田が入ってゆりかちゃんが2016年とかに入って、全然こう会ったことなかったんだよね。そう入るまでは。だけど他のバンドで叩いてるのを見て連絡したりとか、メンバー募集したりとかして今の形になりました。だからもう6年くらいやってます。感じで。バンド名の由来はなんか中学生の時に適当につけました以上です。でこっちからもし羊文学の代わりに2つのランダムな言葉で他のバンド名を作るとしたら何にしますか？羊と文学だから。っていうことじゃない。もう英語とかにしたい。私もう漢字嫌だもん。シープもう羊はいい。土と違う、大地と風。大地と風すごいスピリチュアルすごいスピリチュアルじゃん。そう、私とルックは土の神が宿ってて、萌香は神社のやつ。そう風の神が宿ってるから。神社占いの話です。土と風っていうバンドで。絶対伝わらないよ海外の人。神社って何って神社って何ってならないから。土と風どうですか福田さんは？はい、そうですね。非常エレベーターとかノイズ系のバンドに多いバンド、非常階段とかもそうですけど。非常階段、非常エレベーターってバンドがある。僕が作りました。作ったんだ。ノイズバンド。面白すぎるじゃん。すごい、まさか非常エレベーター。非常エレベーターでノイズバンドということで。羊文学は非常エレベーターになります。はい。学生の頃にバンドを結成されたそうですが、長く活動を共にされた時間はバンドメンバーや友人としてお互いにどのような影響を与えていますか？もう6年も一緒だから。でも友人とっていうよりなんかもう戦友とか、兄弟とかに近い。確かに。まあそんなにはしないもんね。そうでもめっちゃさ違うじゃん。もうそう、なんか違う真逆だよね。クラスにいたら多分3人ともなんか違うグループじゃないけど、違うとこにいそう。あんまり同じクラスにすらならないかもしれない。なるかもしれないけどだから学びはあるよ。福田とかはさ、もう昨日とかもさ、好きなことをすればいいじゃんみたいな言うじゃん、よく、とかそうだよなみたいな。そうだね。ゆりかちゃんが私は頑張らないのって言っててそっかみたいなそっかって思うけど、でもなんか学ぶことはすごいあるかな。確かに僕は結構
やりたくないことをやってやりたいことのクオリティが下がるならそのやりたいことをやらないみたいなそういうタイプだったんですけど、まあその塩塚とか、まあ、すごい本当にもう物事の考え方とかまあすごいもう、まあ、感性もすごい高くて、僕が一感じることも塩塚はもうものすごく感じる一つの物事に対してはあるので、まあ、そういうところではすごい影響というか、はい、尊敬してます。ありがとうございます。そんな照れてしまいますけれども、ありがとうございます。では次の方。呪術廻戦渋谷事変のタイアップ曲「More Than Words」の発売おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ハーモニーが素晴らしく、ブリッジはどこか歯ごたえがあり、幸福感に満ちた楽曲であると感じました。この曲の制作プロセスはどのようなものでしたか？1曲に対してなんか4つくらいデモを作ったりして、友達とかにも意見を聞いてとか、こんなに大変だったのは初めてって思ったんですけど、でもなんかその分1個も妥協のないものができたんじゃないかなって思ってますね。はい、本当によく頑張ったって自分でもなんか初めて思える曲かなって思います。メンバーの中で楽曲提供が決定する前から呪術廻戦の漫画やアニメのファンだった方はいますか？もしいたら一番好きなキャラクターや場面を教えてください。ゆりかちゃんは読んでたって言ってたよね、アニメも見てたんだっけ？アニメ見てました。一番好きなキャラクターや場面。好きなキャラクターは全員マキで、マキ先輩わかる？メガネでポニーテールしてる緑の髪の人なんだけど、女の人か。そう、その人がめっちゃ好きですね。なんで？でもわかるかも。なんかすごい、強気で頑張って、なんていうのかな、男にも負けないくらい頑張ってて、呪力が魔法じゃなくて呪力が使えないんだけど、なんかそれをもう補う他のところでこの身体能力みたいなので補って、そういうなんていうのかな、すごい積んでるなんかすごい頑張ってる人なんだけど、でも本当はなんか妹とか家のこととかですごい悩んでるっていう、なんかそのギャップが好きです。ギャップ萌えで本当にめっちゃ好きな場面はありますか？好きな場面ある？はい、そうですね。でもなんか僕も呪術廻戦の話をいただいて、漫画を全巻買ったんですけど、そのバッタの呪霊が出てくるシーンで人間との共存についてとか、環境問題的な、呪ったのは人間の方だみたいな、そういう考えさせられるような、なんかいろんなものを今まで見てきた文学だったりカルチャーとか、そういうものを考えさせるようななんかテーマを感じましたね。はい、めっちゃ渋谷事変だね。はい、はい、ありがとうございます。平家物語や目先の迷いがなど他のアニメの音楽も手がけていらっしゃいますが、自分のバンドがアニメの音楽を作るようになることを想像されていましたか？また今後も機会があればアニメの音楽提供を続けていきたいですか？いかがでしょうか？最初はでも想像してなかったかも。本当。なんかどちらかというと実写のなんか映画とかに羊文学は合うのかなって勝手に思ってたから、あとアニメってなんかすごいアドレナリンが出るような、なんかすごいなんかかっこいい曲が多いから、羊文学はローテンポミドルテンポが多いから、なんか想像は最初はしてなかった。
タイアップ曲とかはやっぱそのメインストリームとそのアンダーグラウンドの両立、J-POP とオルタナティブの両立っていうのは割とテーマで活動してるので、そういう面に関してやっぱサウンド作りとかもやっぱそのタイアップ曲に関してはやっぱ非常にこだわってるので、やっぱ今回の呪術廻戦の楽曲に関してもやっぱドラムのアプローチ面でもずっと四つ打ちを使ってちょっと無機質さを出してみたり、なんかそういう新しい要素が羊文学らしさを超えられるようなものができるので、非常にいい体験。なんか平家物語とか岬の迷いがとかさ、主題歌とオープニングで、もうその作品の曲バージョンを作るくらいの気持ちだったの。なんかさ、平家の時もさ、なんか平家物語を曲で演奏してくださいみたいな、でそれはそれですごい楽しかったんだけど、でも今回はエンディングっていうのもあって、なんかこう作品に沿いながら自分たちの世界ももっとこう確立できるようにしていくみたいなことをさ、めっちゃ意識して、なんかそこで本当に自分たちらしさみたいなのとか、自分が今すごい興味あることをすごい入れながら作品にもちゃんと寄り添えたっていうのが今回面白くて、だからそういうちょっと普段だったらできないこととか、勇気が出なくて流れちゃうこととかをじっくり取り組めるっていう意味では、なんかね、アニメの音楽提供は面白いなって思うから、またそうね、もし機会がいただければやりたいですけど、はい。コロナ禍の海外ファンとの接点はメジャーレーベルからリリースされたニューアルバムやヒドゥンプレイスと呼ばれる、魅力的なオンラインライブだったかと思われますが、現在観客の前でパフォーマンスすることは皆さんにとってどんな意味があると感じますか？またライブをしてみたい年はありますか？ヒドゥンプレイス、そうだね、コロナでライブできなかったけど、お客さんの前でライブするのは、それがライブっていう感じだよね。そうね、よく話に出てくるのはなんかその都市のお客さんがそれぞれ違いがあって、なんかそのお客さんによっても私たちの演奏が変わるみたいな話はなんかよくする。確かにそれが本当にライブならではだなって思う、やっぱり。なんか逆にさ、私たちのお客さんってめっちゃ静かだったじゃん。でコロナの前までとかは、私たちの曲的にもあんまりなんていうの、よくバンドでさやる感じでさ、なんか声出してよとかさ、楽しんでるとかも絶対に言わないみたいな、なんかそういう気合みたいなのもあったし、だからお客さんもお客さんですごい緊張して静かに、時に感動しながら聴いてるみたいな感じだったと思うの。そうかも、確かに。でもコロナ禍っていうか、コロナ禍があってもなくても多分私たちがさ、ちょっと大人になって曲の感じが変わったり、もしかしたらコロナ禍でライブができなかったフラストレーションとかもあるかもだけど、そう開けてからのライブで、お客さんってこんなにパワーあるんだっていうのに気づいて、すごい声出してくれたりとか、多分出したいから出してるみたいな、もうこっちがさ声出してよとか言わなくても出したいから出してるみたいなのも経験したし、だからすごいパワフルで元気をもらいながら演奏できてると思う最近は。で、ライブをしてみたい年はありますか？はい、イギリスとか、影響を受けてるバンドが多いので、ロンドン、そうですね。
この前ロンドンに遊びイギリに行ってス行きたい。すごい楽しかった。いいなぁ、うん行きたいね。なんか単純にさ行きたい。私アメリカも行ったことないからすごい行ってみたいんだよね。アメリカも行きたいし、ね。だからでカナダも昔さ一回ライブ聞こえたけど、ゆりかちゃんはその時いなかったから、またみんなで行きたいなっても思うし、アジアもいろいろまだ行ってないところがあるし、はい、世界中でライブしてる。フジロックや今度のスイートラブシャワーなどたくさんの素晴らしいフェスにご出演されていますが、フェスにご出演されるにあたって一番楽しみにしていることは何ですか？せーの、ご飯。アーティストえ？出た。出演者あ、出演者。あ、じゃあ二人は一緒なの？アーティスト出てよ。絶対ご飯でしょ。ご飯じゃないの？ご飯は確かにそうだよ。フェス飯。フェス飯がすごい分かんない。日本のフェスはそうね。なんかすごいご当地飯がいっぱいあるから。そうそう、各地の美味しいご飯を食べられる。海外のフェスはあんまりないのかな？海外のフェスで食べ物なんか食べたことないかもね。そのうん、ないね。日本はもう天国だよね。日本だけなの？もしそう、かし。美味してい各地のご飯が食べ放題だし、その土地のお酒もそう。飲み放題。フジロックとかはちょっとまた違うかな。違うけど、まあ朝ごはんは充実してる。そうだね。すごくね、楽しみで、お二人はミュージシャンみたいなこと言っちゃっていや、他のアーティスト見るのめっちゃ確かに楽しみだよね。楽しみね。フジロックは本当に普通にお客さんでもめっちゃ行ってるから、うんすごい今年も楽しんだ。ね。一番何良かった？フジロック？でもやっぱ坂本慎太郎さんか。ああ、よかったね。うん。めっちゃよ私、かった。よユラテンゴめっちゃ感動したな。かった。よかったよね最高。福田はでも割と楽屋にこもってるけど、はい、見にまあでも本当に行きたい時は行くか。そうです一緒にね。見たもんね。そうですね。まあ、3回目出させてもらってフジロックに、まあ、一番最初に大学生の頃塩塚と一緒に見たシガロス見はたね。すごい忘れられない経験というか、すごい陶酔感があって浮遊感があって多幸感があって、もそのライドのシンバルとかのシンバルの話をした記憶が、はい、あります。よく覚えてるね。はまた見たいです。はい。はい。皆さんの音楽はダークな題材や歌詞を扱っている一方でリズミカルで感情的なインテリジェンスさも同時に持ち合わせているように感じます。歌詞とサウンドのバランスはどのようにとっているのでしょうか？曲作りのプロセスについて詳しく教えてください。なるほど。歌詞とサウンドのバランスでも歌詞とサウンドはいつも一緒だよね。なんていうこのの？間撮ったさ新曲はなんかあれよ、あの曲、歌詞とそうがめっちゃ暗いけどそうサウンド明るいみたいな明るくしようっていう方向にもなったことあるし、でもなんか私歌詞とさ曲がいつもさ大体一緒っていうか、今一緒になるね、まあ違う何も感じたままに弾くとやっぱ一緒になるっていうかテンションが、そうそう、っていうかなんつうの、歌詞とさ曲を作るのが、私のスタートの部分ではさ、いつも一緒に作っていくから、まあ、全部できてなくても何が言いたいかみたいのがないとさ曲ができないから、だいたいビジョンはいつもあって、まあ、時々そうきたかみたいなのを取り入れたりすることもあるけど、なんかこうその真逆だったとしてもさ、その曲と歌
歌詞が真逆だったとしても、もうこの状態ですごい初めからビジョンがあるから、うんうんうん、それを伝えながら作っていくっていう感じかな。まあ伝えもしない時も多い最近そうね。作りながらちょっとずつ言っていくみたいな感じ。最近はだいたいスタジオでアレンジして、そのリハーサルのスタジオでアレンジしてレコーディングスタジオに持って行って細かく調整するみたいなことが多いです。はい。羊文学はサッカーマミー、リーガルリリー、チリビーンズといったアーティストと語られることがありますが、これらのアーティストと共作や共演をしたことはありますか？また最も影響を受けたアーティストを教えてください。そうなんだね。共演したことあるのはサッカーマミー、サッカーマミリーーガルリリー、チリビーンズ。チリビーンズは共演はしたことないですね。多分でもフェスとかが同じ時あるよ。うんそうね。フェスはね。年が少し近いのかな。近いのちょっと下なのか。わかんない。可愛いよね。かわいい。リーガルリリーは福田はリーガルリリーで叩いてたもんね。そうですね。はい。昔からうん年はだから近い。同じまたそれも同じ。私はちょっと一個上だけど、近くて、なんか私はちょっと先輩、まあ年は下なんだけど、うんキャリアとしてはちょっと先輩みたいなイメージもある。リーガルリリー。確かにうん。そうだね。もうすごくなんか、はい、好きですね。サッカーマミーが一回日本に来た時にやりたいやりたいって言ってオープニングアクトをやらせてもらったので、共演したことあるんですけど、多分覚えてないと思う。ご本人は覚えてないと思うんですけどでもすごく好きです今も。はい。最も影響を受けたアーティストいっぱいあるよね。いっぱいあるよね。でもヤックかな。ヤックとスマパンですかね。モーシングパンプキンズ。私はまあストーンローゼスとリクシーズですかね。はい、僕は、マイブラッディバレンタインとアメリカンフットボール、シューゲーザーと US インディーに影響を受けました。なるほど。はい。はい。インディーロック、シューゲーザー、J-POP、エモなど、エモさまざまなジャンルに分類されることがあるようですが、羊文学は特定のジャンルに当てはまりますか？また挑戦してみたいジャンルはありますか？パンクです。羊文学はパンクです。パンクです。何か意義はありますか？はい、でもはいいろんなさまざまなジャンルやっぱ影響を受けてきているので、シューゲーザーだったりオルタナティブロックだったり、サイケデリックだったり、アンビエントだったりポストロックだったり、もう本当にいろんなジャンルを羊文学なりに独自に消化して、それをやっぱ歌物にしてっていうのが大きいので、本当にそうですね、当てはまってると思います。そのジャンルは、はい、要素は入ってると思います。そうだね、はい、確かに。いつもでもこう負けない、舐められたくないみたいな、そうね。そその精神部分みたいなのはまあパンクで、それジャンルにこうなんていうのかちょっと手出すじゃないけど、そうだね。いろんなジャンルにそれでなんかみんなを騙してるって思ってる。はい。今後の活動の目標や目標に向けて設定しているマイルストーンはありますか？日本でもまあたくさんライブしたいけど、日本以外でもライブしたいし、私は日本以外にも住んでみたいと思ってるから、なんかそうなった時にどこでも活動できるような、だからさ、もう何、上海集合、上海解散みたいな感じもいいなとか思ってる。いいね。じゃあそれを目標にするか。そうだね。ロンドンでレコーディングして
現地解散現地解散なんだ。そうそうとかも面白いなって思うし、なんかそのフジロックで見た「夜天狗」はすごいみんなでいろんな楽器を回したり弾かなかったりとか、なんかそうやって3人のできることをどんどん新しいことをやっていくことかな。そうですね。はい、最後、はい、最後だ。今後のプロジェクト、アルバムツアーなどファンが期待すべき予定はありますか？でも日本以外でもたくさんライブできるといいな、来年は。来年もうん、海外に行けるといいなって思ってます。考えてますね。はい。はい。一人ずつ一問一答形式で一言でご回答お願いします。はい。はい、今聴いているプレイリストのトップにいるアーティストは？はい、ワールズエンドガールフレンド、ワーペイント。イモージェンヒープ。好きなアニメは？新世紀エヴァンゲリオン、90年代のドラえもん。サイバーパンクエッジランナーズめっちゃ好きだよね。私さ、もう T シャツのさ、なんていうの、偽物の T シャツとかめっちゃ欲しくて調べたくらい好きはい。偽物。カラオケでよく歌う曲は？相対性理論、マジ？はい。パフューム。鬼塚千尋の「We Can Go」。最もインスピレーションを与えてくれるものは？詩集。詩集好きだよね。そうですね、やっぱ言葉選びとかその感覚的な部分を結構自分自身は大事にしてるので、そういうとこから面白いなんか発明的な言葉選びとかを見るとすごいいいなっていうのを、はい、感じて、はい、もちろんファンクラブでも紹介してるもんね。そうですね、ファンクラブで紹介させていただいてます。では、インスピレーション。自然ですかね。ああ、いいね。なんか考えてなかったことがこう来たりする。自然に溶け込んで。確かに、なんか私も曲作るとき寝たりとかするよ。だからさ、ぼーっとするとぼーっとする。なんかくんだよね。それはわかる。私はなんだろう、人かな、友達とか恋人とかそういうのを見てで、インスピレーションっていうか活力みたいな、一緒にみんなでご飯食べたりするとすごく元気が出ます。次、歌詞を書くときに一番インスピレーションを受けるものは？これは私だね。そうですね。なんだろう、でも今の自分の現状とか記憶とか、最近はもう音楽と自分との関係とかが多いかもしれないですね。あとは時々映画とかですかね。羊文学を一言で表すと？メインストリームとアンダーグラウンドの両立。水。それは福田が昔言ったことじゃん。液体。なんで？変幻自在ということで。なるほど。パンク。はい、以上です。皆さん、ここからは、モストライクリー2のコーナーになります。はい、これを使って私の質問に一番当てはまりそうな人に、指をさす。いきますよ。最も強い呪術師になれそうなメンバーは？せーの。めっちゃ強い。強そう。一番強そう。私どういう意味よ。あんたそれどういう意味？いや、とてもいい意味で。とてもいい。包容力というか、全体をね、上から見下ろすような。神なんていうんですかね。もうそうですね。カリスマ感、はい。イメージ的に言うと、はい。はい。次。呪術戦闘で一緒に戦ってほしいメンバーは？そ
それはせーの。あ、自分自分自身自分自身と戦うの、やっぱ自問自答っていうのが自問自答してたら敵がさやってきてさ楽曲には殺されちゃそうですね。すいません。う。何？もうなんかダブルアタック的な一緒にできそうだなと思って、ああ、ムカつくんだよみたいな。一緒にダブルキックみたいな。ああ、なるほどね、こうやってね。はい、私はお二人だと思いました。はい、次。一番ダンスが上手なメンバーはイメージも含めてね。せーの。踊ったらうまそう。なんか運動神経いいから。運動神経。そう。それが私はね、踊ってて、うん。はい、すごいよく習ってます。一番いたずら好きなメンバーは？ただせーの。そうだよね。いたずらしないもんね。サプライズサプライズ好きだしそうだ。ははい。食べ物を分けてくれないメンバーは？せーの。ごめん食べ物を分けてくれないメンバー。せーの。いや、いなくないですか。いなくないいないんだけど、食べるのは好きだよね。なるほど分けてはくれるけど、まあ確か分けてあげます。なるほ結構みんなで分けてると思う。食べなよとかね言ってる。みんな分ける。でも食べるのが一番好きなのはゆりかちど。そうです。私はフックは好きなものはめちゃくちゃ好きだから、サーモンがあったとして、その横にある野菜とかくれ確かに。自分のパートを忘れてしまいがちなメンバーは？せーの。歌詞とか忘れる。こっそり忘れてんの？いや。私楽曲と完璧にというより、そのライブアレンジという面で。なるほどね。はアレンジしてんのね。いつもライブ。そういうこと。はい。私は時々急に構成間違ったりするもん。とか、そうコーラスとかで歌うから、歌詞とかとか言っていつも聞いて、ちょっと記憶は苦手だな。でもいつも合わせてくれてありがとう。起きるのが遅いメンバーは？せーの。てか遅いとかじゃないよね。本当に遅い。そう、てかなんかその活動時間がずれているよね。そうですね。ずれてるから遅いってこと。みんな遅いよね、割と。でもエリカちゃん早い時は早いか。いや、まあその時は昼寝します。一人だけ5時に起きたりするもん。そんなフェスでさ、なんかさ6時7時入りとかでさ5時に起きて温泉入ったとか言って温泉が好きだから、て、すごいこの人って思う。そういうのはできます。新しい音楽を見つけてくるメンバーは？せーの。はい。そうですね。まあでも常に音楽は好きなので、聴いてますし、インディーズバンドとかを、はい。どっから見つけてきたんだろうね。見つけてくる気がする。はい。羊文学でした。なんだろう、これから皆さんの街にも行けるように頑張りたいと思います。ぜひアニメ楽しんでみてください。ありがとうございます。